時間が空いたので、ヤクルトナイフのその後少しお話ししておこうと思います。最初は少しあれから使っていて、テニス用のグリップテープを巻いたこの部分がちょっと剥がれてきました。このグリップテープを巻くことでカイデックスシースのこの部分とテンションができて、落ちないようになっていたんですけれど、ボンドでつけていたのが剥がれてきた。でもこれはつけ直せばいいかなという感じなんですが、ちょっとこのゴムっぽい感触が少々気に入らないので、ひょっとしたら豚皮とか貼り直すかもしれません。ほんとそのままかな。あと刃の方ですね、極めていい加減なんですが、ここのとハンドルを取り付けている最中にコンクリの上に落としてかけさせてしまったこの部分、少し研ぎ減って、刃こぼれが減ってきました。ちなみに普段の研ぎ直しはこの仕上げとを水にも濡らさずに、研ぎ直すっていうのがほとんどになっていて、使ったら普通に水洗いをしてからこの上で、このようなあとはこの辺という、大まかこのような感じで、研いでしまえばすぐに、大抵の場合ひげくらいは剃れるようになります。この刃のそうですね、研ぎやすさと鋭さの戻り方はすごく、気持ちよくて楽しいので、刃持ちがすごいだけが、メリットじゃないんだな、研ぎやすいっていうのも本当に大事なんだなと思っている次第です。それと、普段これを使うのは雑用もそうですけれど、魚さばくとかそういうことも、何度かやりまして、一度、ただしタイが来た時家族が牛尾汁を作るのが好きで、それでさばいてくれって頼まれたんですが、その時はこのヤクルトと別に台所にこのスパイダルコの直営を持って行って、気がついたらこれで全部終わらせていました。直営を使ってみて、こちらも合わせて、あとそうだな、これらが来る前にこの7インチのナイフをもっぱら魚さばきに使っていたんですけれども、それとの比較の上で思ったのが、こういう小さいものでも意外と魚はさばけると。そしてこうやって細かく持ってしまえば腹を裂くとか、あと何でしたっけ、開いたのとのヒレを除くとか、中の綿のちょっと出てこない部分をピッて切ったりするときに小さいものが非常に便利だったということですね。意外と開きの切り身のにするとき、三枚おろしにするときに綺麗にできるとかいう、お話はあると思うんですが、自分のような、スキルでは食えるようになればよく、あと、身が骨の方に残ってもスプーンでかき出して、スプーンですね、それで叩きにしてしまう、ネギを刻んだりして、それでいいので、食べられればそれでいいということならば、こういうものでも全く問題ありませんでした。で、結局直営を使ってその時タイをさばく時に終わらせてしまった理由ですけれど、やっぱりタフネスで S30V の方が少し信頼できるかなという印象はありました。こちらは鋭くてとってもいいんですけれど、その時不安があって結局使わず、タイは鱗も凄まじいし、骨もぶっといので、あと最終的にいろいろやってできると思った後でこれを使って、牛を印するために、頭を落とした後で
その頭をさらに真っ二つに割るみたいなこともこれでできてしまったので、タフネス的にはこういうものも非常に良かったなと。そしてそういう結構ごついやばい作業をするときにこれはその当時使えなかったという感じです。で、その後、今度は家族が、稲田ですね。鱗も薄くて身が多い僕の好きな魚、結構高くなってたんですけど、それをおろした時に、これを使ったんですが、とてもいい感じでした。何が良かったかと言いますと、まあ小さくて扱いやすかったことが一つ。ちょっと待って。それと、3枚におろす時ですね。その時に尻尾側からピーってやっていく時に僕3枚おろしが非常に下手くそなんですけれども、この裏が薄くてこちらから切り出しのように食い込んでいくこの感じで骨の隙間、尻尾がこっち側ですね。こっちから刃を入れて、半身ずつピーってやっている時に骨に接する感じで結構刃が入りやすかった。これは、日本の型場でもこういう両刃形式のものでも上手な人はできると思うんですけれど、僕にとってはすごくやりやすい感触のあるもので、こちらから、尻尾側からピーッと下ろしていくときに、こっち向きの方で片刃形状みたいな食い込みを見せて骨に結構接する感じで刃を入れていくことができる。それで結構僕としてはすごく綺麗に、身を切り離すことができたので、そして半身の終わった後は前後を入れ替えて頭側からだったかな。頭側だと思います。こちらから同じようにこちらのこっち方向の片刃で下ろしていくことができた。これはとても、僕にとっては使いやすかったです。この形状は、このグラインドの形状ですね。こちらについては、普通の野菜とかをスープ作るときに切ったりするときは、やはり、ここから先くらいのところは刃が結構薄めになっているおかげで刃は入るんですが、それ以外のところはやはり包丁と比べると随分厚くなってしまう。それでさらに、刃を入れていくときに結構身が曲がってしまうので、家族に使ってもらったらちょっと使いづらいなと、普通の、インプレッションが来ました。それ分かって使ってるんだよっていう風に、遊んでいるんだよっていう風に伝えましたが、実際に、トマトをまっすぐ切っても、切断面がやっぱり曲面になりますし、まっすぐ切るに入れることもできるんですが、通常のこういう、イーブンなグラインドの方がそういう面ではスーッとまっすぐ刃が入っていくに決まっているので、ここはもうそれでも切れてしまえばいいやと、綺麗に刻むとか、いうことを考えなくて、食べられればいいやという範囲で僕は許容している感じです。で、そのくらいかな。今のところ、SK85 錆びる鋼材ですけれども、ハンドルを、なんだったっけ、バーラップか。バーラップとカシューで作ったおかげで、このタング部分が露出しなくなった。露出していないので、このタング部分、そしてここの接棒から内側に、錆が入っていくことがない。この状態にしたので結構安心して使えます。使い終わった後はネットをかけて水気を飛ばせばいいし、少し野菜とかの錆が浮いてきたときは、このような、もうサンドペーパーを、取り付けるジグですね。ちょっとスポンジがかかっています。これでちょっともうこの辺りをやっていれば、薄い錆の層は取れていくので、これでメンテナンスしつつ、使用後はこの砥石で、もう普段ほとんど、カメラ越しですごく雑ですが、こんな風にやってほとんど使っているだけです。今まで、水の、ちゃんとした長方形の砥石で研ぎ直したっていうのは、
今までで合計で3、4回かな。まあこのグラインドが結構特殊なので、どんな研ぎ方をしていけばいいのか、まあ研ぎ減らしようによってはこちらの裏面との兼ね合いがとか話はあると思うんですが、現状のところの使い方がそのような感じなので、まあほとんどこのグラインドの形状、まあ崩れない感じで今のところ使っていっている感じですね。あともう一つ何かあったと思うんですけれども、そうだ、刃のタフネスですね。さっきの魚の骨、稲田の骨、をさばくとき、まあもちろん骨に当たる。骨に当たって賭けが出たとかいうことはそんなにありませんでした。とは言ってもちょっとこうやってなぞっていくと、ちょっとあるかなっていう感じなんですけれども、まあこのかけ方、ポロッというマイクロチップかな、まあ、かけ方が嫌だなというような、ボロに近いようなかけ方はしたいで、そのままビーっていけたので、まあタイを同じようにさばくときに骨に当たって同じようなダメージで済むかどうかは分かりませんが、稲田については、骨に当たってもそのままビーって下ろしていって綺麗にいけたので、稲田についてに限って言えばそれほどダメージはなかった、いい感じだったし研ぎ直しもできたという感じです。以上になります。